皆さんこんにちは。シンガーソングランナーのすいです。お尻を使って走る、そんな動画たくさん作っております。そして皆さんも知識としてね、こうやって体幹周りだったりお尻をしっかり使ってね走るっていうイメージがある。だけどできない、なんかできないっていう方ね多いと思います。そこで問題なのが股関節周りが硬いからというのがね一つあるんですよね。やっぱね普段ね座りっぱなしの状態で、1時間ももう座ってたらねこの辺やっぱね固まってくるわけですよ。でここでもうケアもせずにねいたらどうなるかっていうのはもう皆さん想像がつくかと思います。で私自身がねいつもやってるわけじゃないのよ。私もね本当にねめんどくさがり屋さんで、やらなかったらどんどん走れなくなってしまって、でこれでこのままではと思ってねもう大会も近づいてきたんでもうしっかりケアしたらねもう自分で感じてます。足の上がり方がもう全然違うし、走っててももうなんか重い感じがねすごくなくなるんですよ。で股関節周りが固まってくると足上げた時にもう固まっちゃってるから逃げたくなっちゃって外側でガンガン外側からついちゃう。でしっかりとこの辺がほぐれてくると内転筋ねすっごい使えます。これはもうね筋肉の仕組みなんでもう難しいことは言いませんけれども、とにかくこの股関節周りをねほぐして悪いことはありませんので一緒に続けてやっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。まずは足をパタパタパタと左右に倒していきます。股関節周りの動きを少しずつ広げていきますよ。普段からねこれテレビ見ながらとかもできると思いますのでねやっていきましょうね。股関節周りが硬いと足の可動域狭くなってしまいます。さあ次は足を伸ばしてつま先を内側外側内側外側とやっていきます。足の付け根から動かしていきますよ。これね寝ながらもできるので今日めんどくせえなーっていう日はね眠る直前にやってあげてください。足の付け根から動かしていると自分の股関節を今皆さん感じているのではないでしょうか。その周りの筋肉もね動的ストレッチをして動いてますよ。さあ次は少しレベルアップしちゃいます。前の足を90度に向けます。そうすると自分の股関節感じませんか？これね90度から少し角度を変えてしまうとなかなか股関節を感じることができないので、お尻のねストレッチだったらもっと角度を変えてもいいんですけど、とにかくこの90度が大事なので、いや私こんなにね前まで行きませんとかお尻がもっともっと浮いちゃいますっていう方多いと思います。全然大丈夫です。別に今の状態より良くするストレッチになりますので、もう全然浮いててもいいので90度を保ちながら少しずつね体を傾けていきましょう。でこの時に私も言ってますけれども呼吸がとっても大事ですので呼吸続けていきます。はい、今皆さんの股関節周りについた筋肉がどんどん目覚め始めてますよ。皆様の戦力が今増えていってます。走る時に助けてくれる戦力が今増えていってますよ。さあ反対の足やっていきます。私はね反対の足左足が苦手なんですよ。でそうするとね少しお尻がこうやって少しね浮いてくるんですけども、お尻浮いちゃうという方もね大丈夫です。私ねこれでもだいぶ変わってきたんですよ。前はもっとねお尻浮いちゃってたんですけど、少しずつ体変わって少しずつ走りやすくなってきますので、今の状態を良くすればいいやという思いでやっていきましょう。そして自分の股関節をね感じてください。これね90度と45度全然違うんで、とにかくここは90度で少しずつ体が傾けられるようにやっていく。痛いとこまでやらなくていいですからね、少しずつ伸びていきますから、もう1ミリ1ミリぐらいの気持ちで体を動かしていきましょう。背中丸まったり腰丸まったりしがちなので、なるだけね腰から前にというイメージでやっていきます。吐く息で前に。さあ今度は腸腰筋ストレッチになります。腸腰筋ね大事だって知っていても皆さんの腸腰筋は元気かなということで、胸をねぐーっと後ろに丸めて骨盤の下を少し前に出す感じですね。背中はなるだけ丸めてください。まだまだね私も背中硬いんですけど、続けて少しずつ変わってきました。前の足は地面を踏み込む。前の足が地面を踏み込めば踏み込むほど腸腰筋伸びているのを感じるはずです。
骨盤は下を前に出す感じですね。呼吸を大きく吸って吐いて繰り返して内側から伸ばしていきます。深い呼吸を続けると自分の体が少しずつ伸びているのを感じられるはずです。無理なくいきましょう。さあ反対の足もやっていきます。リラックスリラックス。ちょっとね力入っちゃいますよね。腸腰筋は地面から反発する力を使って前に進む、そう推進力に大きな関係を持っている筋肉となっています。腸腰筋をストレッチして柔軟性をしっかり保って推進力作っていきましょう。ちょっとめんどくさいけどこのめんどくさいことが皆さんの走りを楽にしてくれますからね。楽するためにやってるんですよ。呼吸は深く深く続けていきます。そうすると横隔膜もしっかり動いてきて、この横隔膜ね腸腰筋につながってますので呼吸もめちゃくちゃ大事です。人間って緊張してしまうとどうしてもね呼吸浅くなってくるんですよ。普段からね呼吸って浅くなりがちですので、しっかりと深い呼吸を日頃から気をつけていきましょう。次の動きはトラックなんかに行くと学生さんがねすごいやっているカエルストレッチです。もしねめんどくさかったらもう一日これだけでもいいからぜひね続けてください。確実に変わっていきますよ。前に骨盤からこう出していきます。ゆっくりでいいです。でここまでいかない人は全然もう自分の今日のストレッチっていうね感じでやっていって大丈夫ですからね。で後ろに行くのがね結構きついんだよね。この日はねちょっと硬かったんですよ。で今日硬いなとか今日は結構いけるなとかね、それは自分の体のチェックを兼ねてねストレッチしてあげるといいですね。ランニングしててもなぜか走りやすかった日、なぜか走れない日、そんなあるじゃないですか。こうやって日頃から自分の体をチェックしておいてあげると、調子悪い日はここの可動域減ってたんだなとかね、ここの筋肉張ってたんだなとかね分かってくると落ち着いてね自分の練習再度取り組めますから。そしてここでも大事なのは呼吸ですよ。さあここまで頑張っても十分なんですけど、最後はね前もも伸ばしていきましょう。膝を少し後ろに置いて斜め前に伸ばしていきます。かかとがお尻についたらいいけどつかなくても全然大丈夫ですよ。呼吸を深くしていくとだんだんとねかかとがお尻に近づいてきます。前ももは股関節と膝をつないでくれている筋肉です。膝の痛みが前ももの硬さから来ている場合もありますのでね、しっかりストレッチしていきましょう。そして前ももが硬いとそうなの反り腰になりがちになるんです。反り腰だとお腹に力入らなくてこう走っててもねなんか腰が重いってなっちゃうんですよね。お尻も使いづらくなるのでほんとね前もものストレッチ大事ですよ。さあ反対の足もやっていきましょう。リラックスリラックス。こう頑張りすぎちゃうと緊張しちゃいますからね。そうすると硬くなってなかなか伸びなくなってきますからリラックス大事です。かかとを少しずつお尻に近づけていきます。膝が後ろに行くほど前もものね傾斜がついて伸びやすくなります。ここもね無理せずいきましょう。今はきっとめんどくせえなって思いながらやってるかもしれませんけれども、終わった後めちゃくちゃ足楽になってるから足が軽くなってるのでここちょっとね頑張っていきましょう。現代社会座りっぱなしの時間長かったりとにかく股関節周り前もも硬くなりがちです。自分たちはそういう生活してるんだよな、だから5分だけちょっと頑張ろう、そんな思いで体をいたわってあげましょう。はい、もうちょっと OK で最後にお疲れ様でした。これ見た方が良かったっていうのがあって、とにかくね頑張った筋肉、寝転がるんですよ。寝転がってブラブラ揺らしてリラックスしてください。やっぱストレッチといえどねちょっと緊張しちゃう部分があると思うのでグラ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 終わったよ終わったよって筋肉ちょっと緩ませてあげると翌日もねストレッチちゃんとできる体になります。よいしょ。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。じゃあ最初にちょっと足上げてもらったと思うんですけどもどうですか。
足上がりやすくなりました。こんな感じでね、普段からもね股関節しっかり動かしてあげると、もうランニングだけじゃなくって立ち姿勢だったりとか歩きもねすごく楽になりますし、あと階段、私ねほんとね股関節周りが硬くて、ランニングだけじゃなくて階段の上りが本当に苦手だったんだけど、階段もね楽に登れるようになりました。やり方って何でもあるんですね。ということで股関節のトレーニング、1回だけでもよくはなるけど継続していくと体は変わってきます。一緒に頑張っていきましょう。それではまたうたらんチャンネルで股関節動かしていきましょう。またね、バイバイ。頑張った今日も。